にちは。今回は異世界失格第2話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。これロードムービー的な感じなのか。死にゆくものこそ美しい。ゾウモーズ、今週も面白かった。失格はダークホース枠だな。神谷の演技でゲタ上げしてるけどおもろいわ。毎回ゲストキャラ使いステパティーンか。祈りゲストキャラなのか。太宰がまた女たらし込んでる。殺されるのと心中は違うぞ。弾強いのな。弾普通に強い。先生何もしてない。レベル89の銀融詩人は全然役に立たんかったな。主人公も大して役に立ってないからセーフ。金髪新刊でニューヨークラっぽいチューニングするゴルミのせいでゴブスレ見てる気分になる。あっちの新刊ちゃんは神などいないとか叫んでぶっ倒れたりしない。女王になった。ゆなりちゃんが王座に。王女から女王になっている。毎週ゲスト呼ぶんかな。やっぱり棺桶引くのかよ。移動手段なんとかした方が。また棺桶に入ってる。どこで回収してきた棺桶。棺桶が当たり前になっている。そろそろ棺桶に車輪つけた方がいいと思う。棺桶にタイヤつけようぜ。今期の異世界系の中ではこれが一番面白いな。太宰先生は最後まで戦わなそうだな。どっちにしろ結婚する必要はあんじゃね。その時になったら好みのショタでもどっかからさらってくればいいんだ。やってることは水戸黄門やな。こういうパターンで進むアニメということは分かった。国を救ったんだから何か謝礼ぐらいあってもいいんじゃないか。棺桶システム面白い上に作画手抜きできて便利だな。相変わらず女に棺桶引かせてるのくさ。国救ったんだから馬車ぐらいもらえばいいのに。相変わらずの棺桶っぷりよ。棺桶引っ張るのにもう一人くらい欲しいな。太宰先生に触発されて周りの人が頑張って問題解決するけど、先生は決して知識とスキルで無双とかはやらんのね。おっと面白いからまた出てこないかな。何回話風に終わったけど太宰先生心中しようとしただけで戦闘には何も貢献してない。題材太宰的にも相当いろんな本読んでる人が作ってそう。こんな本気の先生からさっちゃんが生きるために逃げてるとしても納得できるんだよな。先生歩かないのね。空が青いって空の美しさに気づけるなら生きてくれ。このアニメ太宰治の遺族から何か言われないか心配になってくるけど、あくまで先生だから大丈夫なのかな。今回の太宰先生の心中相手は一国のお姫様。しかし国を守りたいという理由から断られてしまいます。心中を決断することと言い換えて他者の決断を尊重する太宰先生は新解釈だな。まあそれ以外に心中狂い太宰先生を良い人にする方法はないか。心中相手としてひとまずは先生を選んだシャルロット。けれど今の際に国を守りたいと女王として死ぬ気で働く意志を掲げる姿が勇ましい。この成長を見送った先生が自分の足で道を切り開く女性も美しいと死と相反するものを賛美する死ねもよい。神などいない。ゆるくていいわ。冒険者というより先生を取り巻くヒロインたちのあたふたを楽しむ感じでいいのかな。新庄ウォッチは良かった。てっきり新しい仲間になるのかと思ったけど、大冒険ではなさそうだけど、心中相手のさっちゃんは一癖ありそうよね。そういえば生前の太宰治もものすごいたらしだったと聞くな。あの流れからいけばシャルロットが先生を選ぶのは予想がついたけど、まさか心中を申し込むとはさすがに恐れ入ったわ。心中相手失格、国王失格、父親失格。今後もこんな感じで失格を軸に話が展開するのかな。結構オムニバス形式で話が進んでいく感じですかね。今回は死に直面した時こそ人が何を思うか、どう行動するかが色濃く浮かび上がり、その人の本質がわかると言いますか、まさにそれを表した回だったと思います。ちょっと笑い方法ではあったけど、
シャルロット様の本心を後押ししてあげたのは良かったな。民を守りたいという心に結婚なんてやはり不要でしたね。あとはネットさんとタマさんの仲も深まっていくのが熱い。モデルが太宰だから、いくら雑にモテても納得させられてしまうのが強いし、てっきり劇版かと思いきや、没頭だったのに笑いました。あと、戦闘では全く貢献してない先生だけど、王女に決断を促したシーンでの溢れ出る色気に、ちょっとかっこいいと思ってしまった。旅の者に王女の結婚相手を決めさせるとは王様失格すぎる。異世界観はやはり拭えないが、テンポよく心中相手失格の言葉まで出てきて優しかったり、辛辣だったり、言動が及ぼす影響力の強さが目立ってらしさ満載。美しさに帰結したのが良いね。人間失格、心中相手として、まずは王女を選ぶ。モデル太宰治の性格、正しさも表現するあたり、よく取材されている作品だと感心。で本って王女の決意を促すために、戦いもせず、死にもせず、先生らしさが出たエピソード。すべてを失格を表したオチのうまさが良いな。先生のモテ作家族性なんだ。過呼吸になって気絶するアネットに笑った。魔物が出てきても気絶していて、タマ、カリーに運ばれてるし、先生とアネットがボケで、タマ、カリーがツッコミの役割かな。受水しやすいとか心中とか、大変怖いワードが連発してるにもかかわらず、アネットとタマは生き生きとして、シャルロットも国も救われてる話になるのはずるいです。面白いです。なのに先生はデイシャチートなのがないのが、この作品の面白きところ。王女の婚約者問題、どちらにすべきかという二択問題に第三の回答を生み出してしまう文豪先生、さすがです。笑い。今週も普通に死にたがってただけなのに、最終的にいい感じに話がまとまってるお話のセンスが見事すぎるのです。笑い。棺桶の寝心地の良さに気づいてからは、必ず棺桶に入ってるのが面白い。美しい湖も受水したいって言っちゃう先生だけど、時に名言めいたことも言う。それが的を得ているだけに思わず納得してしまう。アネットとタマに命を救われつつ冒険は続く。姫様が先生の手を取るの分かってたけど、影のあるイケメン自由業はモテる。笑い。無責任に好き勝手振る舞える遠征家の強みとともに、結果往来になるところまで自由業だ。笑い。死にたがりのポリシーも見えた。女性2人に働かせ、基本自らは何もしない紐気質まで完璧だ。笑い。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。